ちにできる人抜けて今じゃ誰もが知るインフルエンサーベストいつの間にあの一気が出としてあの同級生もことだけじゃ旦那の刑事上場に飛んで顔しベストそれ自慢のあの子生涯安定なんでそんなにうまくいくのよあのめちゃ悔しいわ冷静を装ってても実は負けずに話したそういう噂聞いちゃうかも聞いてやるとはいえ焦ったってしょうがない地道にコツコツやろうじゃない存在の成功者だっていいさって自分に言ってみるでも何このやりきれない感じちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってあもうめちゃ悔しいわそして今回のお相手はモーニング娘。26野中美希と桜井里代です。ハロステはコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題やハロープロジェクトの魅力をお届けしていく番組です。さらにレコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。まずはハロー SNS チェックイエーイ。今回はですね、桜井里代ちゃんの SNS をチェックということで、5月18日のインスタグラムとブログです。まずブログの方は、インスタ更新したよ、あんまり普段は載せない雰囲気だけど、ブラックベリーで撮ったらみんな知ってるよね。いい感じに平成っぽくレトロに撮れたので、今また話題になってるよね、知ってたというね、文章でブログを書いていて、お写真は多分今ね画面に出てると思うんですけど、この平成感あふれる画像ですね。そうなんですよ。ブラックベリー、ファンの皆さんはね、知ってらっしゃるかな、どうなんだろうね。なんかこれブログに書いたら、結構コメント欄で初めて知ったって、そうです。なんか日本の携帯電話っていうよりかは、多分アメリカとかのやつだと思うんですけど、私もお家に1台あって、でそれ多分両親のどっちかが使ってたんですけど、なんかそれはタッチパネルじゃなくってボタン式で、なんかちょっと新しいのだとタッチパネルがあるってなって、中古で買ったやつで撮りました。そうなんだ。そうなんです。それの写真を撮るために買ったんだ。そうです。すごい。最近ね、確かにデジカメもそうだし、そうなんですよ。その古い昔の方のスマートフォンとかでね、写真撮ったりするのが流行ってますよね。結構前からね、長い間流行ってるから、1年以上流行ってますかね。流行ってるね。なんかこのカメラ欲しいとか、今は十分なのかな、それとも新しいの欲しい。でもいっぱい今いろいろ出てるじゃないですか。ここ最近結構ガジェット系に興味があって、パソコンとかカメラもなんですけど、結構一式揃えたんですよ。すごい。なんかメンバーのこと撮りたいなと思って買ったカメラとかもあるので、結構今は充実した機械ライフを送ってます。カメラ話でだいぶ盛り上がりましたね。皆さんぜひぜひね、これからもそんなデジカメとかで撮ったメンバーの写真出てくると思いますので、これからも SNS チェックよろしくお願いします。ハロステ。続いてはハロープロジェクトの各グループのレコーディングやダンスレッスン、ミュージックビデオ撮影やコンサートの裏側に密着していくハロカミをお届けしていきます。モーニング娘。26コンサートツアー春レイズオブライトのリハーサル本番の様子をご覧ください。このツアーの目標、頑張りどころありますでしょうか。このツアー、明らかに人数が少なくなったと思うんですけど、やっぱりそれはアピールチャンスでもあると思うので、卒業した先輩がたくさんいらっしゃることはもちろん悲しいけど、歌割りは自分に来るじゃないですか。だからちゃんと切り替えて、そこをバッチリ自分のものにつかめるようにしたいです。今までは人数が多いからごまけてた部分とかも結構あるんですね。14人いた時とかもあったので、そう考えると今回は野中さんもお休みで7人なので半分となると、やっぱこの寂しさ
人が少ない寂しさをこう表さないぐらいに大きく踊ったりとか、やっぱ圧でもう気迫でファンの皆さんをこう圧倒させられるように頑張りたいなと思いますね。でもシンプルにその野中さんのカバーのところとかも歌ったり、でも自分のとこも歌わなきゃいけなかったりするところが多いですし、その曲にとってなんか要みたいになる歌りの部分とかも個人的には多かったりするので、そこの表現の部分とかを今回のツアーでしっかりかっこよく仕上げてラストに持っていきたいなっていうふうに思います。気まぐれプリンセスとかなんちゃって恋愛、そこ続くんですけど、そこのブロックで私1サビの長いパートとキマプリはラスサビでいいんじゃないところをいただいたんですよ。パートやっぱ憧れの歌う場所でもありましたし、もう私歌割り少なかったのでこういう大きいパートも任せていただけるようになったんだなって思うと嬉しいですし、ちゃんと期待に応えようと思います。気持ちの変化とかありますか？そうですね、やっぱり後輩が近くでずっと見てくれる人がいるっていうのはすごいなんか刺激になるって言ったらあれですけど、なんかやっぱ普段ない目があるわけじゃないですか。だからより一層やっぱ頑張んなきゃなって思うし、いい格好したいし見てほしいので、そういう姿をなんかすごいまだ1日目なんですけど、メイサーがリハーサルに来てくれてから、スキル面はもう先輩方に任せていただいて、もう私はひたすらそういう日常生活を井上と一緒にサポートしていけたらなって思います。おはようございます。緊張の初現場。めっちゃ緊張します。大丈夫、何もしないから今日は明日が緊張する？明日って衣装着るんですか？着るって。着る。ちょっと緊張しますね。かわいい。白帯衣装です。作ったの？この間来ました。どうだった？はい。これは川さん。顔はこっちから向かいで。このマイクくらいでいい。マイクくらいで。はい。せーの、はい。マイクスタンドは個人的には自分がデビューしたツアー、2019年のツアーの時もマイクスタンドを使ってたんですよ。なので少しだけ思い入れが深いというか、その時よりもかっこよく成長した姿を見せたいなっていうふうに思いますし、やっぱ特別感がある演出なので、この両手が開くことってあんまりないので、そういう部分とかもかっこよくマイクスタンドを使いこなせるように頑張りたいなって思います。難しいですか？難しいです。練習してる時は結構軽いからいいんですけど、やっぱマイクがくっつくと重みがあるから、もう万が一倒したらもうわーってなっちゃうので、マイクを移動する時もマイクを絶対掴んで移動してねっていう風に言われてるので、もうマイクをもう何が何でも守り抜いてこのツアー回らないといけないと思ってます。
しかない普段がないなら安全に出たら背中をきれいにする、はい、あとはもう助け合いと自分らしく頑張りましょう、はい、頑張っていきましょう。お願いしもうシンプルに正直な気持ちとしてはソロパートが増えたので緊張してます。でもやっぱりメイさんの1回しかないお披露目公演ですし、今日はMC1 で牧野さんの卒業公演武道館公演にも触れるので楽しみが大きいですね。頑張ってこようと思います。ギンギラー大好き。今年の春ツアーでモーニング娘。を卒業することを決めました。最後のモーニング娘。牧野マリアの姿を6月24日水曜日日本武道館卒業公演に足を運んでもらって目に焼き付けてほしいと思います。発表するっていうのが今までにあまりないので、あまりというか多分初めてなのですごい緊張してたんですよ。実は静かに緊張してたんですけど、いつも来てくださってるファンの皆さんの顔を見たら安心したというか、みんな見守ってくれてる気がしたので、皆さんの顔を見てちょっと気持ちを落ち着かせていました。でも本当にコンサートはいつもみたいに本当に楽しかったし、なんかこのまま最後の武道館までこうやって皆さんと楽しい時間を過ごせたらいいなっていうふうに素直に思いました。そこに関してはその卒業だからこうしたいとか最後だからこうしたいっていう気持ちではなく、最後までモーニング娘。の一員としてパフォーマンスというかステージに立ちたいなと思っています。それがそのモーニング娘。としてのメンバーとしてのできることかなと思うので、なのですごいみんなに楽しんでもらえるように、そして自分も楽しんでいきたいなと思います。でもマイクの置く順番が先輩から後輩へって感じの順番なんですけど、その上からもう3番目4番目とか、今野中さんいらっしゃらないからなんですけどっていう感じで、やばいもうそこまで来たかって、一番下の時期が長かったから急に先輩になったって感じ、今までも 2,3 年は先輩だったけどなった感じがして、本当に急にやべってなってきました。でも自分のことに精一杯だったのが、人に教えなきゃいけなくなったりとか、人のことを考えて行動しなきゃいけなくなったりとかして、なんか今までの自分とやっぱ変えなきゃダメだなって思ってるところです。まだ変えれてないから頑張ります。今日の目標はずっと口角を上げてられるように頑張ります。あとは噛まないように頑張ります。ご挨拶ありますか？あります。いっぱい2回くらいあります。頑張ります。18期メンバーの杉原めいさちゃんを呼びたいと思います。めいさちゃん、はい、それでは自己紹介をお願いします。はい、モーニング娘。18期メンバーになりました兵庫県出身14歳杉原めいさです。好きな食べ物はうどんです。よろしくお願いします。普段ハロプロ研修生の時に出る研修生発表会とかとなんかまた違う緊張感がすごくあったんですけど、でも実際立ったらなんかすごいいつも以上に先輩たちの背中がすごくかっこよかったですし、自分がこうして出させてもらえたことがすごく嬉しかったので、早くもちろんパフォーマンスもしたいですし、自分のトーク力だったりパフォーマンス力をもっと上げれるように頑張りたいなって思いました。まずは春ツアーでご卒業される牧野さんともっとしっかりお話とかしたいですし、牧野さんから学べることを最後まで学んで、武道館大きいステージなのでもっと緊張しないようにもっとしっかりしたいと思います。やっぱりその先輩方が小田さんも含めると今年で2人
ご卒業されるんですけど、って考えながらさっき1公演目やってた時にやっぱりそのなんていうんでしょう、自分も結構早めになんかなんていう先輩のグループでいうと上側の立場になるんだなっていうのをすんごい実感して、後半あたりでってなるとやっぱりなんか MC で回すとかもそうですけど、やっぱり自分のことだけじゃなくてサポート側に回るっていうのもすごい重要な役割だし、できたら強いと思うのでちゃんとその部分も磨いていけたらなって思います。そうですね、安定感のあるパフォーマンスにしていきたいなっていうふうに思います。自分が新しくいただいた歌割りのところを安心して、まだ個人的には不安な気持ちで歌ってるところも多いんですけど、武道館までにはブラッシュアップしてかっこよくお届けできるように頑張りたいと思います。モーニング娘。26コンサートツアー春レイズオブライトのリハーサルから本番の映像をご覧いただきました、さあこの映像はリハーサルの時から、初日の立川公演までの映像となってるんですけど、実際はね、ツアーはもう全国回ってると思うんだけど、どうですか？そうですね、もうこのハロステが放送されてる段階では、もうホールは全部終わってるんですけど、すごい今映像を見たら4月の前半とかなんですけど、なんかもっと前に感じるぐらいすごい懐かしく感じて、ツアー自体はあんまり日数が多くなかったんですよ、今回。なんですけどやっぱ一個一個が結構濃かったというか、少人数今はもう新メンバーが入ってきて、もう10人超えてるんですけど、その野中さんもメイサちゃんもいる状態だと8、9人なので、でもやっぱそれでも少ないので、そのやっぱ一人一人が担う箇所がやっぱ重いというか、一人一人が責任を持って結構責任を背負ってこう回ったツアーだなって思うので、一回一回にかける思いが重かったからこそ、あっという間に感じたのかなと思いますね。結構 MC で喋るところがみんなすごい多くって、なんか最後の感想を全員言ってるんですよ。なんか今までのツアーだと数人とかだったんですけど、それとかで結構もうツアー中もライブ中もずっと気張ってるみたいな状態があったので、結構いいトレーニングになったかなと思いますね。私も今回のツアーは、腰椎の椎間板ヘルニアでちょっとお休みさせていただいていて、同期である牧野まりあちゃんの卒業ツアーでもあるし、小田さくらさんにとっては、小田さんは秋にご卒業されるので、小田さんにとっては最後の春ツアーでもあるし、新メンバーの杉原めいさちゃんが加入して一緒に回って初めてのツアーだったので、本当にこの決断をすることが本当にこう申し訳なく、あとは本当にもどかしい気持ちというか、本当に言葉に表せない気持ちってこういうことなんだなという気持ちだったんですけど、もうこれから先の活動もあるので、ちょっと療養させていただいて、今こうやって動画を見ていたんですけど、本当に一人一人が頼もしいなって思ったし、映像にも出ていたように、重要なパートは結構ね、15期メンバーに割り振られてて、岡村誉ちゃんと山崎めいちゃんの2人に割り当てられてて、でなおかつ私の、ソロパートとかも、その2人が多かったりもしたと思うので、なんかその2人のね、なんかまた変化とか、あとはね、弓削あこちゃんがその気まぐれプリンセスのところで、なんか歌割り少なかったんですけどみたいなことは言ってたけど、やっぱりもう本当に最近のモーニング娘。はちゃんとそれぞれがもう輝いてそれぞれ歌える箇所があるっていう、だから一個一個の歌割りにこう、もちろん比率はちょっと違いが、今は本当に結構一緒だと思うんですけど、その一つ一つを大切に見せながら個性を出しつつ、みんなで支え合える、そんな高め合える、グループに今後なれたらいいなと思いますし、なんかこの春ツアーは
その18期が入る前だったので、そうですね。こう一桁台でやる、こう最近でいう最初で最後みたいな最後ですね。ツアーになったので、ちょっとなんだろう、特別なツアーになったんじゃないかなとそうですね思いますし、はい牧野まりあちゃんにとってもはい。特別なツアーに、なっていると思います。そしてね、最後はファイナル6月24日、日本武道館公演ですけれども、はいこちら内容変わったりとか、いろいろあると思いますので、私もね、みんなも全員で気合い入れて、モーニング娘。26の一員として、もちろん18期メンバーも、気合いを入れて、みんなで頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひ、ツアーファイナルまで、そしてその先も、モーニング娘。26応援していただけたら嬉しいなと思います。応援してるよ。モーニング娘。26の野中美希と桜井里央がお送りしているハロステ、お別れの時間になりました。それでは最後に私たちのこれからの動きを見てみましょう。今画面の方にですね、私たちのスケジュール、ハロープロジェクトのスケジュール出していただいてるんですけれども、ちょっと気になるもの第2ある？やっぱ直近で一番大きいものだと、6月24日、水曜日に今やってる春ツアーのファイナル、レイズオブライトファイナル牧野まりあ卒業スペシャル、あと日本武道館、ということでツアーの集大成、そして牧野まりあさんのご卒業の日ということで、こちらはですね、もうライブビューイングだったり生中継の情報も出てるんですけど、ぜひ会場に来られないよっていう方もね、遠くから見てくださってたら嬉しいなと思います。マリアがね、最後どんな楽曲を歌うのか、どんなドレスを着るのかとかね、どんな演出があるのかとか、そんないろんな楽しみがありますし、18期メンバーもね、お披露目されるのかなとか、私も今ドキドキしてるんですけど、いろんなことがあると思いますので、本当に楽しみにしていてほしいなと思います。そして6月24日の日本武道館が終わりましたが、結構先にはなるんですけど、夏にはハロープロジェクト全体でのコンサートがありまして、7月にはですね、愛知、大阪での公演があり、8月には東京での公演がございますので、こちらもよかったらね、遊びに来てください。結構あんまり来月よりすぐですね。そうだね。さっきと言ったけども、思ったより私も夏はもうすぐそこだ。本当、あれツアー終わったらすぐ夏ハローが。じゃあ私たちもね、準備頑張っていきたいと思います。ハロステはハロープロジェクトのコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題や、レコーディング、リハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。毎週水曜日と金曜日の19時に新着動画がアップされますので、高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回のお相手はモーニング娘。26の野中美希と桜井里央でした。さようなら。